夢日記、集落の儀式。気がつくと自分は林の中にいた。自分以外に男女合わせて10人ぐらいいて、男女ペアになって林道の先にある神社に行って戻ってくるという肝試しをしているらしかった。前の3組は何事もなく戻ってきて、全然何もないわーと言っていた。するとどこから現れたのか、少年が岩の上に座って足をブラブラさせながら、お兄ちゃんたちお化けみたいのをと言ってきた。普通に考えれば突然現れた少年に驚くはずだが、あまりにも現実感を伴って目の前に存在しているので、脳が勝手に納得してしまい、突然現れた少年について深く考えようとはしなかった。グループの中の男が少年に、見れるなら見たいよな、せっかく来たんだし、のようなことを言うと、少年は、じゃあ見せてあげるねと言い、岩の後ろにすっと隠れて消えてしまった。なんだろねと言いながら、まだ肝試しが2組残っていたので、めんどくさいし2組一緒に行って早く帰ろうということになって、2組で神社まで向かうことになった。しかし林道の入り口に足を踏み入れると、道沿いのあちらこちらにうつむいた人間が立っているのが見えた。あまりにもはっきりと見えるので、もう一人の男が、おい、ドッキリかよ、こんなのどうやって用意したんだよ、と待機している前の3組に叫んだが、そんなもん用意してないけど、と言いながら待っていた男たちが確認にやってきた。そして林道の先を見た途端、腰を抜かして一目散に逃げ出したので、後の2組もこれが本物と分かって全速力で逃げ出した。車までなんとか戻って、エンジンはすぐかかったので急いで U ターンをして道を走らせていると、いつの間にか自分は実家にいた。頭は朦朧としていたので、特に何かをしていたわけではないけど、突然今すぐ出なさいという声が聞こえてきた。部屋にはなぜか元ボーイのドラマーの高橋誠氏みたいな口ひげを生やしたおっさんがいて、高橋誠には、君どこかへ行ったね、すぐそばまで来てるからとにかく逃げなさいとせかすので、意識が朦朧としたまま家の前の道路まで出ると、黒いコートを着た弁髪の男2人が立っていた。自分は怪しむこともせず、こんにちはなんて挨拶をして実家の庭を眺めていると、家の中からまた高橋誠にの早く逃げなさいという声が聞こえてきた。もしかしてと思って先ほどの2人組を見ると、コートを脱いでいるところで、その中に折りたたまれていた骨格が伸びて身長が3メートルぐらいになっていた。胴はカマキリみたいに異常に細くて1メートルぐらいの西洋刀を両手に持っていて、自分をギラリと睨むと追いかけてきた。それを見てやっとこの辺で意識が戻ってきて、自分は全速力で逃げ出した。周りは畑しかないので、隠れる場所なんてないので、とにかく必死になって走った。畑の十字路を左に曲がると、前の方に一度も顔を見たことがないし、誰なのかも知らないけど、なぜか概念として近所のおばちゃんだと感じるおばちゃんがいた。自分は走りながら、おばちゃん、おばちゃん、早く逃げて、来るから、早く、と叫びながら、おばちゃんの横を通り過ぎた。走りながら、おばちゃんが心配になったので、後ろを見てみると、自分の真後ろを音も立てずに、むちゃくちゃ笑顔で顔を異常に突き出して走っているおばちゃんがいた。自分はうわーってなっちゃって、前に向き直って、さらに全速力で走ると、おばちゃんの顔が自分の斜め前方にあって、満面の笑顔のまま表情を変えず、顔を異常に突き出したまま、自分のことを凝視しながら全速力で並走していた。そこで一度記憶が途切れて、気がつくと、自分はどこかの山の開けた場所で縛られていた。目の前には、カマキリ男とおばちゃん、他にも体も目も真っ白の老人とか、藁を頭からかぶってずっとけたたましく笑ってる何かとか、そういうボス格の奴ら以外にも、そいつらの手下と思われる奴らが儀式っぽい準備をしていた。自分は殺されることを覚悟していたが、突然
後ろから一斉に鎌倉とか平安時代の人と思われる格好の人たちがなだれ込んできて、それぞれ武器を持って奴らへと向かっていった。口々にお前らが来てから、お前らが来てからと叫んでいて、その中には長巨体の巫女さんがいたり、神職っぽい格好の人も何人もいたので、自分は奴らの人間とは思えない見た目と、戦っている人たちの様子から、小さな集落に化け物が入り込んで、徐々に人々を洗脳して手下を作って、この集落を支配しようとしたところで、反逆されたんだろうな、と、合ってるか合ってないかはわからないが推測を立てた。巨体の巫女さんは、巨大な石を巨木にくくりつけたハンマー的なもので、ボスクラスの化け物の頭に、なんとかかんとか、と叫びながら振り下ろすと、脳症がドバーッと周りに飛び散っていた。その巫女さんはむちゃくちゃ強くて無双していた。双方とも、あらかた死んで、無残な死体があちらこちらに転がり、生き残りも負傷して息も絶え絶えというところで、置いてあった木製の物置みたいなのが、スーッと開いた。その中で、小さい光が灯るとだんだんと大きくなってきて、それが小学校1年生ぐらいの子供の形になっていった。そうすると、村人も化け物も動きが止まって、全員がその子供に釘付けになっていた。そして、この時には、自分は完全に目が覚めていて、意識ははっきりしてるけど、さっきまで見ていた光景が怖すぎて、今、目を開けたら本当に目の前に光ってる子供がいるんじゃないか。このまま目を開けたら、あの世界に引き込まれるんじゃないか、と思ってしまって、怖くて目を開けられなかったので、忘れないように頭の中で、さっきまで見てた夢の内容を反芻してたら、二度寝しました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。